甘辛ナスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、甘辛ナスを作っていきたいと思います。食材自体はナスだけなので、すごくね、手軽な材料でパパッと作ることができます。さらに今回はこの甘辛ナスを使った簡単アレンジレシピもご紹介していきたいと思います。作る時間としてもね、だいたい10分ぐらいあればパパッと簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、小ネギ、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、お酢、コチュジャン、おろしにんにく、白ごま、片栗粉、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスなんですが、今回3本使用していきます。少し小ぶりのナスで3本で約 250g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてあとはですね、今回甘辛ナスということでとても手軽な材料プラス、あとはコチュジャンとおろしにんにくを加えていきます。もしにんにくを控えたい場合はにんにくは抜いていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずナスからね、切っていきたいと思います。最初にヘタを切り落としてください。切り落としたらこのナスを乱切りにしていきます。食べやすい大きさに切ってください。今回はね、乱切りにしていますが、お好みの切り方をしていただいて大丈夫です。このように乱切りにしたらボウルにお水を張って、そしてここに塩小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。そしてこのように混ぜて一度塩水を作ってください。塩水ができたらこの中にナスを入れて浸しておきましょう。これでアク抜きするのと、あとはですね、このように塩水に浸していただくと焼いた時のね、油の吸いすぎを防ぐことができます。さらにね、変色も防げます。ナスはね、非常に変色しやすいので、切ったらすぐね、塩水に浸してください。では残りもね、同じように切っていきます。ナスはこのように切って、そして塩水に5分ほどこのままつけておいてください。それでは続いて小ネギを切ります。こちらは一度水洗いして水分を拭き取ってください。そして根元を切って、あとは半分にまず切ります。そして揃えてまた半分に切って、あとはこちらを小口切りにしていきましょう。すでにね、スーパーには小口切りになってるのも売ってますので、そちらを使っていただいてももちろん OK です。こちらはね、トッピングなのでお好みでやってみてください。はい、小ネギはこれで OK です。それでは続いて調味料を合わせておきます。まずですね、コチュジャン、そしてここにお醤油です。続いてみりん、お酒、お砂糖、お酢、そしておろしにんにくです。こちらをよく混ぜ合わせてください。このね、味付けの調味料はあらかじめね、きちんと混ぜておいてください。そうすることでね、味ムラを防ぐことができます。これでね、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。はい、ナスがね、今5分経ちました。そしたら一度ね、水を切ってください。水を切ったらペーパーで水分を拭き取ります。はい、そしたらですね、ポリ袋を用意してください。このように口を広げて、そしてこの中にまずナスを入れます。はい、そしてここに片栗粉を入れましょう。そして少しね、空気を含ませて口を閉じて、全体をシャカシャカして片栗粉をまぶしていきます。このようにね、片栗粉をまぶしてください。全体に片栗粉をまぶしてから焼くことでタレが絡みやすくなって、とてもジューシーな仕上がりになります。それでは今からこちらを焼いていきます。それでは続いてフライパンにサラダ油を入れてください。少し多めの油ですね。大さじ 1.5 から2ぐらいですね。このぐらい敷いていただいて火にかけます。一度ね、油を全体に広げましょう。フライパン全体に油がしっかり行き渡るぐらいですね。そのぐらいの油をまず入れてください。はい、そしてこのままだいたい30秒ぐらい一度温めてください。火加減は中火です。
はい、油が温まったらここにねナスを置いていきます。ナスもですね皮を下にして置いていきましょう。やけどしないようにね注意してください。この時に入れる時間がねちょっとかかってしまう時は一旦ね火を止めても OK です。では置いていきます。このようにナスが重ならないように置きます。そしてもう一度火にかけましょう。火加減は中火です。このままナスに火が通るまで焼いていきましょう。はい、今ね1分半ほど焼きました。そしたらね裏返しましょう。皮目からね焼いていただくことでナスの皮のね変色を防ぐことができます。裏返したらまたこのまま焼いていきます。今度はね1分ぐらいしたらまた裏返しましょう。焼いてない面をね下にしてください。トータルでだいたいね 5,6 分焼いていただければいいかなと思います。ナスの切る大きさによっても変わってくるのでナスにね火が通るまで焼いてください。今ねトータルで5分半ぐらい経ちました。こんな感じでねナスに火が通れば OK です。まだこのように片栗粉のね白い部分が残ってる状態で大丈夫です。そしたら火加減中火のままで OK です。こちら混ぜておいた調味料を回しかけます。そして白ごまも入れましょう。これで全体に絡めていきます。片栗粉をまぶしてるのでしっかりねタレに絡みついてます。だいたい1分ぐらいですね煮絡めてください。もし途中でね水分量が足りないなと思ったらお水をね大さじ1ぐらい追加してください。そうするとねよく絡み合ってきます。はい、OK です。このようにねタレがしっかり絡みました。先ほども言いましたがもしね入れた時に片栗粉がねタレを吸いすぎてしまって水分がなくなってしまったらお水をちょっと追加してだいたい1分ぐらいはね炒めるようにしてください。それではね盛り付けたいと思います。それではね今から簡単な甘辛ナスのアレンジレシピをご紹介します。今回はねチーズトーストにしていきたいと思います。今回はねトーストにするんですがあとは丼物にしていただいても美味しく召し上がっていただけます。じゃあ作っていきます。まず食パンですね。今回はこちら8枚切りの食パンです。これはお好みのもので OK です。そしてここにバターを塗ります。そしてこのバターもマーガリンなどを使っていただいても OK です。そして全体に塗りましょう。そして塗ったらここにナスを置いていきます。のせる量もねお好みで OK です。はい、このぐらいかな。そしたらここにねネギを散らしましょう。続いてこちらとろけるスライスチーズを最後上にのせます。よいしょ。そしてこちらをトースターの天板に置いてチーズがとろけて少し焼き色がつくまで焼いていきます。はい、いい感じに焼き色がつきました。このぐらいですね。焼き色がつくまで焼いてみてください。これで甘辛ナスのトーストの完成です。ぜひこちらも作ってみてください。はい、これで甘辛ナスの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこのように小ネギをかけて召し上がってください。このようにナスもとても柔らかくて味もしっかり馴染んで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが甘辛ナスチーズトーストになります。では切ってみたいと思います。ちょっとお皿の上で失礼します。断面はこのような感じに仕上がってます。ナスがたっぷりでチーズもとろけてすごく美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。味付けがバッチリですごく美味しいです。そしてねナスもすごく柔らかい食感に仕上がってます。ではこちらアレンジしたトーストもねいただきたいと思います。手づかみでじゃあ失礼します。いただきます。この甘辛ナスとバターとチーズがすごく合います。味わいも少しまろやかな仕上がりになってます。あとねここに大葉をね加えていただいても美味しいと思います。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の甘辛ナスのポイントです。まずナスなんですが、今回だいたい3本で 250g になります。こちらは目安にしてみてください。そして切り方なんですが、今回乱切りにしてます。こちらはお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。そしてこちらのナスは焼く前に塩水にさらして、その後水分を拭き取ってから片栗粉を全体にまぶしてください。そして焼く時に関しては皮目から焼くようにしてください。そうすることでね、変色を防ぐことができます。そしてその後ですね、全体に焼き色をつけて、焼き色をつけたらタレを回しかけてください。このタレに関しましてはあらかじめね、混ぜておくと味のムラもなくなって美味しく仕上がります。今回ね、ナスを片栗粉でまぶしてその後焼いたんですが、この片栗粉がタレを吸収しすぎてしまうとちょっとね、水分が足りなくなるので、ちょっと水分足りないなと思ったらお水を少し追加して炒めてみてください。タレを入れてからだいたい1分ぐらいはね、炒めていただくといいかなと思います。あとはね、お好みで小ネギをかけて召し上がってください。そして今回はアレンジしたトーストもご紹介しました。こちらも食べ応えがあってすごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。あとは普通にね、丼にしたりお弁当のおかずにもぴったりな一品になります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は甘辛ナスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。